今日は100円ショップで買った急須で美味しくお茶を入れるということを研究します。で、これ100円ショップで買ってきた急須なんですけども、100円ショップっても100円じゃなかったんですけども、これ300円だったんですけどもね。でも結構ね、いい感じ、持ちやすい急須でいいんですね。ただ問題がありまして、この穴の部分がですね、もう開けっぱなしなんですよ。なのでこのままお茶の葉っぱを入れると、そのまま葉っぱが出てしまうということなんですね。なのでとりあえず同じ100円ショップに売ってあったこういう茶こしをね、買ってきました。で、よくね、こういうこのパカってはめる茶こしってあまりうまく出ないって言われるんですけども、果たしてそうなのかっていうことを実験しつつですね、どうやったら美味しくお茶が入れられるようになるのかっていうのを研究したいと思います。まずこれね、こう入れるでしょ。取ってこれだったらちょうどじゃないな、底についてしまってる感じですね。こういう感じかな。これだと OK かな。この深型だったら底についてしまうくらいですね。で、こちらの急須の茶こし、これは結構朝型なんですけども、これだったらもうパッてすぐ乗せれるっていうか、パカッてはめたらもうそこにつかないですね。ただこれはね、お茶の葉っぱ浸らないんじゃないのかなって思ったりはするんですよ。特に、1人分1人前入れる場合でしたら、こういう急須でしたら大きいですから、僕はいつも使ってるのがこの小さいって言ってもこれくらいの大きさなんですけども、これくらいの大きさの差があるわけですよ。なのでまずは、1人分急須をこれで入れるにはどうすればいいかっていうのを考えてみます。で、この茶碗だけはですね、私物を用意してます。ちょっと厳しいなと思いつつ、一回この朝型のね、茶こしを入れてみます。これどちらもですね、深型も朝型も 75mm の口径ですねを使ってます。こんなもんでしょうね。入れます。ちなみに入れるお茶は侍茶人の煎茶を入れます。注いでみましょうよ。見えますか？これ明らかにこのお茶の葉っぱよりも下の部分にお湯がありますね。なのでこのままじゃ注げません。なのでちょっと量をですね、お湯の量を増やしてみましょうか。2杯分でも結構厳しいな。3杯分。これね、結構小さい茶碗なので、ある程度大きい茶碗の方がだったら大丈夫なんかな。でもこれ4杯分ですね。4杯分入れてちょうど浸りきるくらいですね。もう1杯5人分くらい本来は入れた方が良さそうですね。これでちょうどね、見た感じお茶の葉っぱが使ってます。ただ要するにこのお茶の葉っぱがここしか使ってなくて、あとほとんどがお湯なんですよね。なのでお茶の葉っぱをたくさん入れても、要はそれ以外下の部分がお湯の方が圧倒的に多いので、お茶の葉っぱが広がりにくいんですよね。なので抽出効率は著しく落ちます。
まあこんなことしたらダメなんですけども、こう蓋するでしょ。で注ぐ時にこう揺らしてね、揺らして入れなきゃダメですね。しかも5人分でしたらあまりにも多すぎてね、注がれないですね。はい、ちょっと時間を長く置いて入れました。こんな感じですね。まあ色は出てるんでね、味も出てると思います。まあ一回飲んでみます。いただきます。渋っ、すっごく渋いですね。まあ時間が長かったからっていうのが一番ですね。なのでさっと入れればもしかしたらマシかもしれませんね。でも意外とこれはこれでもしかしたらいけるかもよって思いました。この2杯くらい入れるじゃないですか。で満タン入れてちょっと早めに出すっていう風に入れればでけんことはなさそうですね。ただタイミングを最初の頃は難しそうな気がしますね。でも思ったほど抽出効率がすごい悪いっていうわけではなさそうですね。特にこういうその熱湯でさっと出す系統のお茶でしたら意外とうまく使いこなしたら出せるような感じがしますね。ただ一人前を1杯分をゆっくり入れるっていう、ゆっくりというか何回も繰り返し飲むっていうのはできないですね。この量は必要ですから。なのである程度の量であれば、これでもいけると思います。こんな感じですね。見た感じ、面白いですね。意外とこれ意外と面白い。じゃあちょっと洗ってですね、2杯目いきたいと思います。では続いて深い茶こしですね。深型の茶こし、先ほどと比べてこれくらいの差がありますね。この茶こしの差で深い型を入れます。でこれもね深いので多分1人前入れれるんですよ。さっと入れていきましょう。お湯を入れて、では注ぎます。お、ちょうどね浸るくらいにはなりましたね。底の方なのでそこまでついてると結構大丈夫な感じがします。ただこう横に広がるんじゃなくてこの底の凸凹に沿った感じになるので、できればこの深型の場合底につくくらいにして、底についた状態で横に広げた方が良さそうですね。では注ぎます。ああ、色合いすごいいいですね。はい、見た感じも良さげです。こんな感じですね。お茶の葉っぱではいただきます。ちょっと薄いですね。ちょっと薄い。まあでもこれくらいでしたら時間を15秒くらい伸ばすことで対応はできそうな感じはします。まあただお茶の葉っぱが十分広がるわけではないので、やっぱりねその急須の形状に合わせて横に広げられるようなくらいその網でそこをその固まらさない方がいいような気がしますね。ではこれもう一回洗います。ではね一回このまま入れてみましょう。網も何もなしでですねやってみます。まあ引っかかるやろうとは思ってるんですが、お茶の葉っぱがいっぱい出てくるだろうと思ってるんですが、
もしかしたらね、入れ方をちょっとそーっとゆっくりすれば大丈夫なのかもしれないかなと今ちょっと思ってます。では注ぎます。やっぱり見た感じこれが一番ね、横にふわっと広がってるので抽出効率は一番いいですね。でお茶の葉っぱが広がってる様子も見れますからいいですね。こんな感じじゃないでしょうか。まあでも濃度感は一番ね綺麗な感じであります。見た感じもこれです。ではいただきます。お茶の葉っぱがいっぱいあってやっぱり飲みにくいですね。お茶の葉っぱが中に溜まっているのでこの入れ終わってからもどんどん抽出していくのでどんどん渋く濃くなっていってます。なのでこれもねやっぱりあまり良くないですね。口の中にやっぱり葉っぱが残るのはね、気持ち悪いです。もう一回きれいにします。なかなかねうまいこといかないですね。でここでもう一つ100均で買ってきたものがありましてそれがこれなんですよ。これはなんかね急須のちょうど注ぎ口のところに内側から貼るとそれが茶こしになるというこの貼るだけ万能茶こしっていうのがまああったのでちょっとこれ一回使ってみます。粘着テープ付きはこれですね。一回このうまく入るかどうかっていうのを確認してね。結構大きいですね。これはでもすごく全体にいけそうですね。貼る位置間違ったらちょっと厳しそうというかショックなんでどうやって貼っていいかな。まあ一発勝負ですね。やってみます。よいしょ。すごい粘着力ですね。これちょっと失敗したかな。ちょうどこの下の部分がうまく貼れたかどうかがちょっと不安なんですけども、まあこのなんかこういうスポンジみたいなのも入れるんでねちょっと衛生的にどうなんかって思うんですが一応食品衛生法適合って書いてます。なんか匂いがでもやっぱりその接着剤粘着テープを貼ってるから粘着テープの匂いがしますね。しっかりちょっと洗ってきます。はい、洗ってきました。では早速ね使ってみましょう。匂いですよね一番心配なのは。では注ぎます。まあこのちょっと当たっている部分はお茶の葉がこっち側に行かないんで抽出効率は若干落ちますけども、そんなに気にするほどでもなさそうです。では注ぎます。でも隙間が若干あったはずなんですけども思ったよりは出てないですね。色合いもすごくいいですね。いただきます。濃度感とかはバッチリですね。バッチリ美味しく出てます。その粘着テープとかの匂いとかがすごく気になるかなと思ったんですが気づかないですね。わからないですね。なんか
味がちょっと違うかなっていうのもありませんし、これはまあ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 、特に問題なく使えそうですね。ただやっぱりね、食品衛生法適合だから大丈夫っていうんじゃなくて、ちょっと気になるなっていう方はもしかしたらその気になるかもしれませんけども、見た感じはね、綺麗にこれこう分けられてますから。で、台を買ったんですけども、もしかしたらね、その違う大きさ、茶こし勝負もあるはずなんですよ、春だけの。そしたら当たっているところが少ないですから、お茶の葉っぱが浸らないくらいのところに貼れれば問題ないと思いますし、意外と使えますね。茶こしをね、こういう茶こしを使って注ぐ時にこういうふうに分けるっていうやり方もあるんですが、それだとやっぱりここの部分にお茶の葉がたまるんですよね。そうすると1煎目はいいですけども、2煎目3煎目の時っていうのはどうしてもね、そこのお茶の葉っぱはそのお湯には浸らないんで、なかなか美味しく出すという意味では2煎目以降がね、ちょっと難しいなっていうところがありました。なのでそういう意味ではこういう風なのは全然ありだと思いますね。あとはもうその耐久性ですね。どれくらい持つかっていうのがわからないんで、ちょっとしばらくこれは使ってみたいと思います。ちょっと2戦目もいってみましょう。そのままほら、そのまま注いでも綺麗にね、こせてます。若干ね、お茶の葉っぱが出てますけども、それは粗い網の急須でしたら十分こういうふうなものはありえますから、そういう意味ではそんな問題がないですね。こんな感じです。いいですね。なので、100円ショップでですね、急須を買って、そこの急須に網がない場合はこういう春タイプの茶こしっていうのも、一度検討していただければいいのかなと思います。まあもちろんね、こういういつも使ってる、僕がいつも使ってるようなもともとそのはめ込み式で網のものとか、網じゃなくてでもその穴を開けられている状態で、こせる茶こしが使わなくても大丈夫っていうか、それが茶こしになってるっていういわゆるささめ型の急須であれば、全く問題ないので、こういう風な急須とかを買うっていうのは一番だと思います。ただ100円ショップでもね、こうやってその300円の急須と100円の貼るだけ茶こしを貼るだけで全く問題なくいけることが分かりました。あとは例えばこういう深型の茶こしとか深型じゃなかったとしても、量をたくさん入れる場合であったりとか、熱いお湯でさっと入れる場合でしたら別にこういう風なんでも出せないことはないのかなと。で、毎日使うお茶が決まっていて、自分のその大体時間の温度っていうのを研究していけばそれなりに美味しくは出せそうな感じもしますね。いろいろ分かりました。意外とね、茶こし面白いですね。さあいかがでしたでしょうか。まだねチャンネル登録してないっていう方いらっしゃいましたら、ぜひともですねチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。